ボンシュー。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もパリのとっておきの場所にご一緒いたしましょう。さて、私は今どこにいて何が見えているのかお分かりでしょうか。シテ島とサンルイ島の間に架かる橋の上でノートルダム大聖堂が目の前に見えています。2019年4月15日に起きたあの大火災からもうじき丸4年になります。復興工事が行われている最中です。膨大な鉄骨の足場の上に作業員の方々の姿も見えています。2024年12月の公開を目指して工事が急ピッチというところです。セーヌ川を平底舟が行きます。実はセーヌ川は水上輸送の大動脈でもあるのです。これは砂を運んでいる船のようですね。ノートルダム大聖堂復興工事のための資材などもこの川を利用して運ばれていたりします。対岸の木々も少しずつ色づいてきています。今日私が向かった先はと言いますと植物園です。このチャンネルをよくご覧くださっている方の中にはもう今日の私の目的がピンときたという方は多いでしょう。というよりもうタイトルでもお分かりですね。パリの桜の名木白鯛がもしかしたらそろそろ見頃なのではないかと思ってやってきました。今日はとても風が強いのですが白鯛咲いていましたね。よかった、今年も花に間に合いました。このところ雨の日も多かったのでなかなか散歩をしようという気分にならなかったんですが思い切ってやってきて本当に良かったです。もうじき満開というところですね。それにしてもいつ見ても自然の造形とは想像を超えているなと思わせる名木です。地面に枝を這わせるようにしてその先にたわわな花をつけています。今日の風で絶え間なく花枝が大きく揺れています。2年前2021年にもこのチャンネルの中で白鯛の満開の様子をご紹介しています。あの時は快晴でしたが今日はご覧の通りの風の中での白鯛です。桜の咲く時期は皆さんお天気がどうなるのかやきもきしますよね。もちろん私もそうです。世の中に絶えて桜のなかりせば春の心はのどけからましと読んだのは有原の業平。それから1200年後の私たちも彼と全く同じ気持ちですね。おそらく傷んだ枝を落としたのでしょう。庭師の方々の丁寧な仕事ぶりがわかるような整え方です。
そしてこのプレート、おそらく2年前にはなかったと思います。何と書いてあるかと言いますと、日本の桜、白栲、中国と日本に自生する種類から1000年にわたる選択と品種交配を経て、日本の桜、いわゆる里桜と呼ばれるものは数百の種類になりました。花の咲く時期も形も様々です。その花の色から白栲という名前で呼ばれるこの桜、大きく平らに広がる枝ぶりが特徴的。4月、花の開花はたわわで、けれども非常に短いと書いてありました。日本でもそうだと思いますが、ここパリでも花の咲く時期がどんどん早まってきているような気がします。この日は3月30日。4月を待たずにほぼ満開というわけですから。2021年の時は、この花を見に来ている人たち皆さんマスクをしていました。けれども今日はもうそんな方は見かけません。コロナが明けたと言っていいのかもしれませんね。雲の流れが早いです。日々年々移り変わるように、桜もまた全く同じという姿ではありません。それにしても、こうしてまた満開の桜を見ることができたというのは本当に幸せなことですね。園内にはもう一つ日本の桜で素晴らしい木があります。こちらは八重桜系なので、まだ花には早かった。いえ、2輪咲いていました。つぼみの紅も桜色の花びらも夢のように美しいです。さて、お昼は地方出張から帰ってくる仲良しのお友達と待ち合わせをしています。彼女の列車がモンパルナス駅に着くということなので、この界隈でお昼を食べようと思います。モンパルナス駅の近くといえばクレープ。この通りには何軒ものクレープ屋さんがあるんです。そもそもクレープはブルターニュ地方の名物とされていますが、パリにあるいくつかのターミナル駅の中でも、ブルターニュ地方の列車が発着するのがモンパルナス駅ということで、この界隈にクレープ屋さんが多いと聞いた覚えがあります。その中でも私たちはこちらのル・プティ・ジョスランというお店に入ろうと思います。店内はこじんまりとしていて、どこか家庭的な感じ。木の細工がいかにも郷土色豊かで、ランプにかかっている布の飾りもブルターニュ名物のレースでできているんではないでしょうか。なんとなく旅をしたような気分になります。あそこでクレープを焼いていますね。
窓の外にはお向かいのクレープ屋さんの様子も見えますね。お店によってクレープの感じがちょっとずつ違うんですが、こちらのはご覧の通り、私たちがお願いしたのはそば粉を使ったクレープで、スペシャリティの一つである、その名もジョスランと名前のついたもの。飲み物はもちろんシードルをお願いしました。中には卵、ハム、チーズ、そしてマッシュルームが入っています。友人曰く、ここのクレープは日本のお好み焼きみたいな感じ。確かにボリュームがあってもっちりとした感じですね。これを完食するには相当お腹を空かせた方がいい感じです。別腹のデザート、これは2人で半分ずついただくことにしました。デザートクレープにはいろんなトッピングの選択肢があるんですが、これは砂糖のみ。一番シンプルなものです。けれども結局のところ、この一番シンプルなものこそ美味しいんですよね。温かい生地にバターが溶けていて、そこに砂糖も少しずつ溶けていく感じ。いい感じの甘みになります。ハス向かいに一人で座ってらしたマダムもやはり同じものを食べていらっしゃいましたよ。満開を逃したくない花がもう一箇所あります。今度はそちらの方にお付き合いください。まずはこちら、サンシュルピス教会の前の噴水。今日は盛大に水が出ています。聖人の像のところにハートが浮かんでいたりして、これも春っていうことなんでしょうかね。街路樹のマロニエの木もずいぶん葉っぱが出てきました。日一日と景色が変わってきているような気がします。いつもの門が開いてなくて、あれと思ったら、なんとストの影響で閉まっている門があるということです。グリーンの印の門からしか入れないみたいですね。パリのデモ行進やストのニュースは皆さんもすでにご存知のことと思います。ゴミの収集がなんと私の界隈では23日間ありませんでした。でもようやく収集が復活して、私はほっとしています。公園のゴミ箱が少し前からこんな東屋のような形になりました。パリの場合は黄色いのが資源ゴミ、緑色の印が普通ゴミ。しかもこの蓋に直接触ることなく、足でペダルを踏めば開くようなシステムになっているようです。花壇の花も数日前よりさらに鮮やかになったような気がします。このやわやわとしたマロニエの葉っぱの色、これは今だけなんですよね。本当にあっという間に緑が濃くなっていくんではないかと思います。日中お日様が差すと、もう厚手のコートはいらないかなというくらいの陽気になってきました。
これきっと学校の体育の授業中なんではないかしら。リュクサンブル公園では時々こうして体育の授業をしている風景を見ることがあります。パリの学校の校庭代わりというところでしょうか。いでたちもみんな思い思いで、なんか自由な感じですよね。はい、この蓮葉の花で私が何を目指しているのか、もうお分かりでしょうか。花は咲いているようですね。そうなんです。これを皆さんにぜひご覧いただきたかったんです。パリには水仙がたくさん咲いていますが、私にとってここの水仙は格別です。可憐な水仙が群生している。まるでここだけどこか空気の良い山あいの野原にいるような感じがする場所なんです。今日の風でひっきりなしに花が揺れています。水仙の花首はとても細いので折れてしまわないかどうかちょっと心配なくらいです。ご覧の通りの強い風。それにしてもこの大木も見事なこと。そのせいで私が何か森の中にいるような感じと思うのかもしれません。水仙はやはり光と一緒だと花びらがキラキラ輝いて美しいですね。画面がチラチラしているような気がするというのは気のせいではないんです。お天気雨。本当に3月の空は落ち着かない冬と春の間です。パリのお花見、お楽しみいただけましたでしょうか。最後までご覧くださいましてありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。